こんにちは。アニメ紳士です。今回は魔法少女に憧れて第2話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。ぜひ最後までお楽しみください。今期どころか今年の派遣だわこれ。ちゃんとストーリーも面白そうでよかった。青が M で黄色が S ならピンクは何なんだ。ピンクはランに決まっとる。ピンクはランと相場が。今年のナンバーワンが決まっちまったぞ。あとは消化試合。来週仲間増えるんかな。魔法少女ガチ勢なのでいい感じのシチュが成立したので5万円でした。これが OK で何が規制されるんだ。音声そうどこからされるかわからない目隠しプレイはこうなるよね。もうミコさん続けられないね。まあクは無事だからプレー声。いい攻めだったね。1話が一番まともって言ってたの。こういうことか。いや、女の子に異性も迫るのは悪の組織です。この関西ロリタダのやられ役じゃなかったか。お、ファイマル出しなのはなかなかいい眺めだ。 S と M は紙一重。 S と M は表裏一体。本物は S と M。たまに入れ替えてプレイするからな。正直2話目から作がヤバめだったから不安だな。ろうそく垂らされてるところ全然動かなかったけど、規制なのか間に合ってないのか。不徳と同じような乗り方だったとしたら、まあそういうことなんだろう。不徳の円盤は大幅に追加されてたからな。1話で完全に勝ったと思ったら、2話ではウユチしか成功せず、ヒーラには反撃されるという、こういうのでいいんだよ。1話でも反撃されて負けてたから業者全くなかっただけで。主人公が弱ければ返り討ちエロもあるから良いことだ。ちなみに今回はっきり音声が規制されてた。くすぐりプレイのところ不自然に声消えてたな。目隠しプレイにろうそくプレイに笑ったけど、デス SM が本を原作通りにやってくれて笑った。最後にエテナの嫁来た。目隠しプレイにろうそくプレイかよ。2話もアバンから期待を裏切らなかったな。優しくしてくれた緑の水上さん。マジアーズールにマスク高速目隠しプレイでマニアックに攻めてくるとは、あのドイツでしからんな。ちゃんと熱くないろうそくを使ってて偉い。今週はアバンからフルスロットルだったよ。地上波でアバンひどいことになり、青髪ちゃん落ちたかもな。敵にここが超憧れになると声がつくんだろうなという場面が出てきたな。それにしても今回も飛ばしてた。むしろ今後のストーリーの方が気になる展開だった。あ、めっちゃエロかった。ろうそくプレイはやばいな。もうマジアーズールさん快楽落ち寸前かな。巫女姿も古典的でよかったわ。目隠しを外そうとしないあたり M の才能あるよ。これある意味魔法少女育成計画だよな。出る声の音量が小さかったり無音だったところがあったので、そこが円盤での音声の修正に。魔法少女サイドはピンクが中心のようで、青と黄色の方が色々展開するんだよね。ろうそくプレイ来た。カットされてないやん。じゃああの声どんだけエロかってん。強さ、緑なのははっきりしたな。ピンクのエロはないんかい。終わるの早すぎやろ。これも派遣でいいな。色あるやついる。新規アニメだと頭線つぶんぐらい抜けてるな。新キャラコガちゃんか。荒川君、レオパルト、CV、古賀葵、ウテナのクラスに転校してきたエノルミリタの構成員。ウテナのことをとても好いており、度を超えた愛情表現もたびたび。変身後はあらゆる火器や爆発物を武器とするレオパルトとして魔法少女たちと戦っている。レズなのか。来週はコガちゃんのエロかな。マジアーズールをもみ出したな。いいぞもっとやれ。手音声はどうした？放送事故か。色小規制め。私生かされちゃった。完全に出てるよね。水上さん落ちちゃったか。作が途中怪しかったけどまあ許容範囲。1話はどうなんだと思ってたけど2話は結構良かった。あっさりやられた緑とろうそくプレイに合うので期待した木。強さは木、緑なのがはっきりしたな。何わら天元。ウテナちゃんって規制ありすぎだろ。 M もいけるとはとんでもねえ逸材。これエロなしでも面白いんじゃね。みんなキャラは立ってるし。
でもエロあった方が嬉しいでしょう。2は SM プレイばっかりで拍子抜けだったけど、と思いきやラストも踏んで色々と展開が起こってて次週への引きになった。エロとシリアスのバランスが神がかってんが、ストーリー性あるし派遣だろ。すごい緊迫感のあるバトルシーンやったな。冬アニメNo.1の迫力やった。今週も良かった。日本のそこら中が賢者タイムだろうな。ボコされて嬉しかったのか、その相手をボコすことに喜びを感じているのか、どっちだろう。ドイツ語のベーゼとカツケラあたり、あのキューベエモドキの持ってきたドイツ語辞典、しっかり読んでじっくり考えたんだろうな。ウテナちゃん、状況によってSにも Mにもなれる逸材とか、視聴者が思っている以上のド変態かもしれねえ。内容の際どさはともかく、主人公がちゃんと悪のプロセスを踏んで動く作劇は真面目でいいな。今期で一番行方が楽しみなアニメかもしらんな。超憧れバージョンであんな声やこんな声を聞くと理性が飛ぶと思う。 SM を知る、欲望を自覚する柊さんが開発されるのを見てドキドキします。調教をする側とされる側、見せ方が上等すぎて変な笑いが出てきます。知識と実践から来る高揚感が良いですね。今話を見て期待を裏切らない出来に満足です。新たな扉は一度開いてしまったらなかなか閉じづらいものだと思うので、ウテナだけでなく魔法少女側も一人落ちつつある展開に加え、ウテナの自分を横島側だと認識したベーゼの名乗りで超特急で S に染まっていく展開が面白い。ただ魔法少女側もすんなりとやられず、関西寄りの喋り方であるサルファの雰囲気通りの強さがあるのも面白いね。ちゃんと起伏があっていいし、シンプルなエロさではなく SM というプレイ関連のエロさで見応えがあるかなって。マジやべえぜ爆誕。焦らし方攻め方シチュエーションや妄想が笑えるように作られて飽きが来ない。いろんな面のバランスがいい。いろんなとこのね、恥じらいも経験した後に悶々してる少女らしい一面を見せてるのもよし、ド M 少女さゆちゃんの誕生に私の表見も大きな盛り上がりを見せております。カオル子ちゃんのロー攻めもなかなかマニアックで良かったですが、やられっぱなしで終わらないのはさすが魔法少女。無修正バンブル憂いを買うかどうか真剣に考えなければいけなさそうです。今回はアズール、サルファとタイマンプレイ、もっとテンポよくギャグに振ってくるかと思ったら、後ろよりねっとりとエロの方に振ってきたな。確かに目は釘付けになるけど、やろか、笑い。サルファの思わぬ反撃で話が動いたのかな。アズールとサルファのメイン回、お色気シーンも毎回バリエーション変えて見せ方もこだわってくれてる感じするな。あと合間合間にコメディシーンもとめどなく入ってるから、個人的には全然胸くそ悪くなくて好感持てる。ますます連番届くの楽しみになった。こいつら揃って頭ん中ピンク色かよ。この辺りになってくるとついに自分の意志で動き始めたな。単なるド S のみならず若干 M っ気も目覚め始めていないか。これだとしたらヤバい才能だ。それとあの黒いキューベエモドキは普通に悪いマスコットだろ。しょっぱなから色妄想するウテナ、もう戻れませんね。笑い。真面目な子に目隠しプレイして生意気な子にろうそくしよう。自分が責められても喜ぶとはガチだ。さよへの攻めは音声をカットするほどのエロさ。解禁されるブルーレイの売り上げ、すごいことになりそう。今時エロ本ホイホイに釣られるウテナも大概だけど、マジアズールが完全に新しい扉を開いていて笑った。戦闘シーンのほとんどに謎の光が入るのも、音声に規制が入るのも一周回って面白いし、この先マジアベーゼがどう SM 道を歩むのか楽しみ。この女、男子中学生並みの性欲すぎるな。音声規制を見ると、異世界迷宮でハーレムを思い出す。怪人サド女、もうこれしかないだろ名前は。適切すぎる。2話にしてもうピンチに。名前はマジアベーゼ。しかしマジアベーゼにしか聞こえないのであった。やべえからなこいつ。一番凛々しい感のあるミコちゃん、マーズを思い出す。ガド M、笑い。いいと思います。黄色ちゃんがパワータイプだったのもいいね。それはそれとして歴史的、抜け高いはずの
ウテナで変態ガールな主人公が楽しい。どっちもいけるのかな。攻める攻められマジやべえぜ。偶然 SM 本を見つけて、ついにテナが所業のあれこれに気づくことでフリーしさがつい、すがすがしいくらいにプレイを始める流れがいい。少しだけそれぞれの個性と性癖も垣間見え、今回もとても楽しく面白かった。どいつもこいつも目覚めてきやがったよ笑い。特にアズールが開発されていく様は見ていてドキドキ。このシーンは ATX か円盤で見てほしい。で本編ド S と悪側に自ら染まったウテナの生き生きさが良き1話。これは期待を裏切らない展開になりそうだ。窓マギの悪魔ホムラ、ダークプリキュアをはじめとした魔法少女の闇落ちもまた伝統だが、アズール&ウテナの善悪双方ともにひどい褒め落ち方すぎて苦笑。勝ってもご褒美、負けてもご褒美なプラス思考型ド S という可愛くも恐ろしい怪物の誕生がマジやべえぜ。デレーゼ、ドイツ語なら悪、フランス語なら接吻。面白い名前つけたね。アズールちゃんは次を期待しちゃっているよね。笑い。サルファちゃんだ。正義の魔法少女らしい戦いしていてよかった。次回、古賀葵さんキャラ登場か、楽しみ。それにしても、テレビ版の規制厳しすぎない。面白い。ウテナちゃんの S へ目覚めていく様に背徳感を感じるアニメだと思ってたけど、魔法少女側もちゃんと目覚めてってしっかりバランスとって高めてきてやがるぜ。そこが懸念してたとこなんよな。 S と M が入れ替わる感じもあって分かってらっしゃる。ストーリーも気になる展開だし。おお、なんじゃこりゃ。めっちゃドキドキする。飛躍心に目覚め始めるマジやべえぜ。銀行法制なみこさん魔法少女がいろいろ目覚めさせられてるのがたまらん。見てるこっちもいろいろ目覚めさせられそうだ。とりあえず目隠しとか興味持ってしまいそう。笑い。魔法少女の M の目覚めまで描くとは恐れ入りました。内地はしかも彼女たちの素顔を描くことでいじめる喜びを増幅させたり、絶妙な戦闘バランスだったり、物語としてうまいのが卑怯だ。大絶賛。視聴者も本作色に染める。これはとんでもない傑作。カム。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や解釈を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。